皆さんこんにちは。本日はヨルダン南部の町ペトラに来ております。今回訪れる世界遺産は大正都市ペトラになります。この世界遺産は紀元前2世紀頃ナバテア人が建設した大正都市になります。公領貿易をはじめ砂漠の交易路を支配することでナバテア王国の首都として大いに繁栄します。しかしその後2世紀初頭にローマ帝国に併合され徐々に衰退すると12世紀に十字軍の城塞が築かれたのを最後にペトラは廃墟となり砂に埋もれることとなります。その後時は流れ19世紀初頭にスイス人学者ヨハン・ルートウィッヒ・ブルクハルトによってペトラは再発見されます。以降何世紀にもわたり発掘調査が続けられていますが未だにその全貌は明らかになっておらず謎多き都市遺跡となっています。それでは実際に広大なペトラの敷地に入ってみたいと思います。左側には紀元前1世紀頃に建てられたオベリスクの墓があります。そしてここからシークと呼ばれる岩の裂け目を歩いていきます。岩肌の下の方を見ると水路が作られており、約2000年前もこの水路を使いペトラの中心部に水を運んだそうです。そしてシークの出口が近づくとエルハズネが見えてきます。紀元前1世紀頃、ナバテア王アレタス4世によって建設されたエルハズネは、アラビア語で宝物殿を意味し、高さ約45メートルの一枚岩をすべて手作業で掘ったものとされています。それではエルハズネを後にして、このままペトラ遺跡の奥に進んでいきたいと思います。少し開けたところにやってくると、岩肌に多くの穴が見えます。こちらはすべてお墓とされています。こちらはローマ円形劇場です。劇場と呼ばれていますが、当時は遺体安置所として使用されていたそうです。左側に見えるのは大神殿です。反対側の崖の上から見ると、このような姿になっています。
列柱通りの一番奥にはカルス・アルビントがあります。こちらはナバテア人の神ドゥシャラを祀った神殿です。そして800段以上の階段を登りきるとエドディルが姿を現します。エドディルはエルハゼネより大きく、高さが約50メートルもあります。そしてペトラにはビザンチン教会があり、美しいモザイク画を見ることができます。奥の岩肌に見えるのは王家の墓です。はい、いかがでしたでしょうか。最盛期には約4万人のナバテア人がペトラに住んでいたとされています。しかし近年の調査ではペトラ遺跡は人々が暮らす場所ではなく死者を祀る神聖な場所だったという説も出てきています。謎が大きいペトラ遺跡ですが、どちらにせよ今から約2000年前に繁栄したナバテア王国の重要な拠点だったということに変わりはありません。入場料は高額ですが、その分調査発掘が進み、何よりもこの貴重なペトラ遺跡が今後も保護保全されていくことを願っています。ぜひ皆さんもヨルダンに訪れた際はこのペトラ遺跡に訪れてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。